え、どうしてないの？私が家族旅行から帰ると、私の高級時計がなくなっていたのだ。あなた大変。泥棒よ。すぐに通報しなきゃ。やめろ。母さんに家を貸してたんだ。もう警察呼んだよ。私の名前はのぞみ。32歳の会社員だ。夫の正人とは結婚して2年になる。私たちの出会いは友人が開いてくれた合コンだった。長年付き合っていた彼氏と別れて、傷心状態だった私を心配して友人が合コンを開いてくれたのだ。そこで出会ったのが正人だ。彼は爽やかで優しい雰囲気で、話しやすかった。それでも最初は、特に恋愛モードにはならず、新しい男友達ができたという感覚だった。それから彼と連絡先を交換して、仕事後に飲みに行ったりするようになった。私が特に恋愛をするつもりがなくても、彼は定期的に飲みや食事に誘ってくれた。そして、恋愛をする気分になるまで待つと言ってくれたのだ。そんな風にアプローチをされては、私も彼のことが気になってくる。そうやって意識しだすと、彼のことがどんどん好きになっていった。そして彼から告白されて、私たちは付き合うことになった。それから交際を続けて2年後に、私たちは結婚。結婚して2年が経った今も、私たちはラブラブだ。まさか、こんな風に運命の人と出会うとは思わなかった。それくらい夫との生活はとても楽しかった。だがそんな大好きな夫との生活にも、少しだけ不満がある。それは義母についてだ。義母は一人息子である夫のことを溺愛している。しかも私は結婚の挨拶の時にかなり義母から敵視された。あなたがマサトをたぶらかしたのね。まったく。こんな地味な、どこにでもいそうな女に引っかかってしまうなんて。義母はそんなことを私に直接言ってきたのだ。その時はちょうど夫がトイレに行っている時で、義母は私と二人きりの時を狙ってきていた。私はどう返していいかわからず、うつむくことしかできなかった。そんな私を見て、義母は勝ち誇った顔をして笑っていたのを覚えている。義父はその時は急な仕事が入ってしまい、結婚の挨拶の時には会えなかった。両家の顔合わせの時に義父と初めて会ったのだが、義父はとても私に優しくて安心した。だから私にとっての悩みは義母だけだったのだ。その義母が厄介で、よくアポなしで家にやってくるのだ。そして私の家事についていろいろと文句を言ってくる。ちょっと、のぞみさん。部屋が汚いわよ。ちょっとお母さん、何勝手に私の部屋を開けてるんですか？姑として嫁が家の中をすべてちゃんときれいにしているのか調べなきゃいけないでしょう。そう言って、勝手に家のいろんな場所を調べ始める義母。私が止めても言うことを聞かず、どんどん家の中の至るところを開けていく。やっぱりね、クローゼットの中とかも汚いと思ったのよ。お母さん、いい加減にしてください。結婚して私たちは家族となりましたが、それでもマナーや礼儀というものは持つべきです。勝手に私の部屋の中に入らないでください。私がそう言うと、義母は目を見開いて怒った。あなた、嫁のくせに生意気よ。どうやったらあなたみたいな常識のない人が育つのかしら。きっと、親から十分な教育を受けてこなかったのね。義母はそんなことを言って私だけではなく、私の親のこともバカにしてきた。常識がないのはどっちですか？お母さんこそ、人の家の中を勝手に漁るように、親から育てられたんですか？はあ？あんた、私の親のことをバカにするの。信じられないわ。マサトは本当に最低な嫁と結婚したのね。そうやって怒鳴ってくる義母。こっちこそ、とんでもない姑に当たってしまったと思う。しかも義母は夫がいないタイミングを狙ってやってきて、私をいびってくるので本当にたちが悪い。
そして夫が帰ってくると、義母は態度を変えて笑顔になる。マサト、おかえり。お、母さん来てたのか。あなたを待ってたのよ。今日は一緒にご飯を食べましょう。私が作るわ。そう言って嬉しそうにご飯を作る義母。母さんの料理は美味しいから楽しみだよ。今日はマサトの好きなカレーよ。お、ちょうどカレーを食べたいって思ってたところだよ。さすが母さんだね。やっぱり親子だから直感的にわかるのね。そんな風に和気あいあいとした雰囲気で話す義母と夫。私に対しても、ああいう感じで話してくれればいいのだが、あんなに表変してひどいことを言う姿を見ているので、義母の裏表の激しさには狂気を感じる。そして義母はこの時、さらにひどいことをしてきた。さあ、カレーを食べましょうか。そう言って私たちの前にカレーを出した義母。うん、久しぶりに食べたけどやっぱりうまいな。そう。ありがとう、マサト。夫がそう言ったので私も一口食べてみた。辛。え？義母が作ったカレーはものすごく辛かった。私がびっくりして思わずそう声を漏らしたのを、夫は不思議そうに見ていた。そんな辛い？中辛くらいだと思うんだけど。私にとっては結構辛いかな。そうかな。夫はバクバクと食べている。どうしてこの辛いカレーを、そんなに簡単に食べ進められるのだろうか。あら、のぞみさんは辛さにめっぽう弱いのね。そんなに辛くした覚えはないんだけどね。義母も普通に食べ進めている。もしかして、この親子は味覚がおかしいのか。そんなことを思いながらも、私は頑張ってカレーを食べきった。食べ終わる頃には汗が噴き出ていた。のぞみ、すごい汗だな。だって辛かったんだもの。普段、運動とかしてないんじゃないの？体に溜まった悪いものが一気に出てるのよ。義母はそんなことを言っていたが、義母の悪口が耳に入ってこないほどに、舌がヒリヒリして痛かった。そして義母が帰った後、私は冷蔵庫の中を見たときに、あることに気づいた。それは、タバスコが異常なほどに量が減っていたのだ。この時、私はすべてを悟った。義母は私にバレないように、私に盛ったカレーだけタバスコを大量に入れて、ものすごく辛くしたのだ。つまり夫と義母のカレーは、普通のカレーだったということだ。私は呆れたと同時に義母に対して、ものすごく怒りが湧いた。いくら私とのやりとりで腹が立ったからといって、ここまですることはないだろう。それからは私は、絶対に義母が家に来ても料理は作らせないようにした。義母に作らせると絶対に何か細工をして、私に危険が及ぶ。そのため、私ができる限り作るようにした。のぞみさんも働いてるんだし、私が作るわよ。いえ、大丈夫です。お母さんはこの家ではお客さんですし、夫の母親に作らせて嫁がサボるわけにはいかないです。私はそう言って、堅くなに義母に料理を作らせなかった。義母は一度、自分が私に対して毒を盛るようなことをしたので、私の料理をものすごく警戒していた。だが私はそんな子供じみた真似なんてしない。義母と同じレベルには絶対に落ちない。義母のようなことはしないと決めていたが、それと同じくらい義母のことは私も警戒していた。だから義実家で食事をすると言われても、私はうまく理由をつけていかないようにしていた。義母は自分の思い通りにいかないことに、かなり苛立っているようだったが、私の方が一枚上手だった。私の方からは、とことん義母とは関わらないようにした。そのような生活を続けて、ストレスはだいぶ減った。だがある時、夫が私にこんなことを言ってきた。のぞみって俺の親のことが嫌いなの。え？母さんがぼやいてたんだよ。私やお父さんのことを避けて、全然コミュニケーションを取ってくれないって。確かに言われてみると、
しばらくのぞみは俺の実家に顔を出してないよな。俺の親のこと苦手なの？私は夫にそう言われて困ってしまった。だがこの際、はっきり言った方がいいだろう。実は私、お母さんから嫁いびりを受けていたの。え、嫁いびり？うん、マサトがいない時を狙って、いろいろとひどいことを言われたの。それに結婚したばかりの時に、私がお母さんのカレーをすごく辛いって言った時があったでしょ。あの後冷蔵庫を見たら、買ってからそんなに使っていないはずのタバスコが半分以上減っていたの。あれは私のカレーにだけ、ものすごい量のタバスコを入れたのよ。だからあれ以来、お母さんの料理を食べるのが怖くて。あなたの実家に行ったら、お母さんが料理をする確率が高いから怖くて行けなかったの。今まで黙っていてごめんなさい。私は正直に全てを話した。夫なら分かってくれる。そう思って勇気を出して話した。だが、夫の反応は私が思っていたものではなかった。のぞみ、それ本気で言ってるのか？母さんがそんな意地悪をするはずないだろ。え？いくらなんでもひどすぎるよ。ちょっと待ってよ。私は本当に嫁いびりをされたんだから。それはお前の被害妄想だ。母さんがのぞみの分のカレーにだけ大量のタバスコを入れた。そんな子供みたいなこと、母さんはしないよ。それなのに、そんな疑いをかけて勝手に避けるなんて。夫は全く私の言葉に耳を傾けてくれなかった。それから夫との関係は少しずつギクシャクしていった。会話も減っていき、一緒にいても気まずい日が増えた。だからか夫は残業を増やしているようだ。最近は帰ってくる時間がいつも遅い。そして出張をする頻度も多くなっていった。家で一人でいる時間が増えるのはありがたくもあったが、それと同時に寂しさも感じていた。そんな中、私は両親から家族旅行に誘われた。最近のぞみ元気がないみたいだし、お父さんと話し合った結果、休みを取って旅行して、2泊ほど旅館にでも泊まろうっていうことになったの。もちろん、のぞみが良ければだけど。私は二つ返事で了承した。行きたい。こうして2泊3日の家族旅行へ行くことになった私。気まずいが、夫にも一応伝えた。〇〇の日付から3日ほど旅行に行くから。わかった。それで晩ご飯とかだけど。ちょうど出張が入ってるから気にしなくていいよ。わかった。これで夫婦の会話は終了。どうしてこんなことになってしまったのだろうか。私はショックを感じながら、とりあえずは家族旅行で一度リフレッシュしようと思った。久しぶりの親との旅行は楽しくて、今までのストレスが少し解消された。温泉に入って体をほぐし、美味しい料理を食べて幸せな気持ちになった。2泊もしたので、十分に観光もできてとても満足のいく旅行ができたと思う。そして私は一旦実家に帰って、ゆっくりした後に家に帰った。その日は月曜で、夫は1週間ほどの出張に行っている途中だ。明日帰ってくるので、私は夫が帰ってきたら改めて話し合おうと思った。こんな風に気まずい関係が続いているのは良くない。もう一度ちゃんとやり直そうと思った。そう思いながら家の鍵を開ける。そして私は自分の部屋に入った。その時、何か違和感を感じた。私が家を出て行った時と何か違うのだ。すると、微妙に物の配置が変わっていることに気づいた。私は部屋の中をくまなく調べた。クローゼットの中を見ると、かけている服の位置が違う。さらには引き出しの中がぐちゃぐちゃになっていた。そして私にとってとても大事なものがなくなっていた。どうしてないの？私が家族旅行から帰ると、私の高級時計がなくなっていたのだ。私は30歳になった時に昇進したのだが、その時に自分へのご褒美として50万もする時計を買っていた。
あまり傷つけたくないので、誰かの結婚式の時や仕事関係のパーティーなど、フォーマルなシーンの時に使うようにして、大事にしていた。その時計は箱に入れて、引き出しの中に入れていたのだが、なんとその時計がなくなっていたのだ。私は泥棒の仕業だと思った。居間に行くと、なんとなくだが部屋が汚れている。私はすぐに夫に電話をした。もしもし。あなた大変。泥棒よ。え、泥棒？私のものがなくなってるの。なんだって？他に何も盗まれてないのか？俺のものとかは？調べてみる。頼んだ。俺もすぐに帰るから。うん。そう言って電話を切った私。そしてすぐに夫の部屋を調べた。だが夫の部屋は一切荒らされている様子はなかった。その時、私は不思議なものを見つけた。それは可愛くておしゃれな小さな紙袋だ。その紙袋は夫の部屋の引き出しの中に入っていた。どうやらプレゼントのようだ。もしかして結婚記念日がもうすぐだから、何か私にプレゼントしてくれるのかな。そんなことを思っていたのだが、そこには手紙も入っていた。表のところに〇〇へと名前が書かれていたのだが、私はそれを見て絶句した。手紙の宛名が私の名前ではなかったのだ。そこにはリサへと書かれていたのだ。一体、何よこれ。私は手紙を開いた。するとそこには、夫が私の知らない女性へ愛を語っている内容が書かれていた。私はすぐにそれを写真に撮り、そしてプレゼントも開けた。プレゼントは高そうな指輪だった。もちろん私に当てたものではない。その指輪は私のサイズよりかなり小さかったからだ。私は普通の女性よりも少し指が太くてでかいので、指輪のサイズもでかいのだ。そして私は冷静になったことで、あることに気づいた。夫は地方に仕事の出張に行っているはずだ。それなのにすぐこっちに来ると言った。しかも30分ほどで着くとも言っていた。出張に行っているのなら、最低でも数時間はかかるはずだろう。私に出張だと嘘をついて、家の近くのどこかにいるということだ。つまり、これは夫が不倫をしているということだろう。夫は信用できない。この泥棒騒ぎについても私が自分で対処しないと。私がいろいろと準備をしていると、夫が慌てた様子で帰ってきた。のぞみ、家の中はどうなってるんだ？俺のものは何か盗まれていたか？いや、特に何も。だけど、私が買った高級時計が盗まれていたの。なんだって？ほら、私の部屋だけ微妙に荒らされた形跡があるの。他には居間や台所も少し汚れたというか、誰かが使用したような形跡があって、すぐに通報しなきゃ。私がそう言うと、夫はハッとしたような顔をして私を止めた。やめろ。母さんに家を貸してたんだ。は、どういうこと？だから俺とのぞみが家を空けている間、母さんに好きに使っていいって言ったんだ。どういうこと？あなた、鍵をお母さんに渡していたの？合鍵を作って渡してた。はあ、そんなの聞いてないんだけど。なんで勝手にそんなことするのよ。だって、母さんが共働きの俺たちのことを気遣って、家の中を掃除してあげたいって言ったから。家の中は掃除されているどころか、私の高級時計がなくなってるんだけど。それは、わからない。母さんじゃないかもしれないだろ。じゃあ、お母さんをここに呼んで。わかった。夫はしぶしぶ義母を呼んだ。義実家はこの家から近いので、義母はすぐにやってきた。あら、どうしたの？そんな険しい顔をして。お母さん、私の時計盗みました。時計。何のことかしら。私は単刀直入に聞いたので、
義母は一瞬動揺していた。この時点ですでに怪しい。のぞみ、ほら見ろ。母さんは何も知らないじゃないか。疑うなんてことはやめろよ。え、もしかして私、のぞみさんに泥棒扱いされてたの？ひどいわ。悲しいわ。義母は夫が味方についたことでいけると思ったのか、調子に乗ってそんなことを言ってきた。だが私だって負けるわけにはいかない。もし私の予想が間違っていたら謝ります。ですがお母さんが犯人だった場合は、覚悟しておいてくださいね。私はやっていないって言ってるでしょ。そうだよ。それなのにどうやって証明するんだよ。そんなの警察に調べてもらうに決まってるでしょ。警察。おい、のぞみ。警察沙汰になんてする必要はないだろ。もう警察呼んだよ。私がそう言うと、義母は一気に顔を青くした。もうすぐ到着すると思うので、お母さんも逃げずに待っていてくださいね。それから5分後、警察が到着した。そこで義母は地獄に落ちることとなった。私は警察に事情を説明した。義母は、私じゃない。と主張したが、夫から部屋の鍵をもらい、夫と私がいない間にこの家を使っていたことは、認めざるを得なかった。そこで嘘をついたら、一気に怪しくなるからだ。もしお母さんじゃないのなら被害届を出して、犯人を探し出してもらわないといけないですね。私はそう言って義母の不安を煽った。もしかしたら、質屋とかに売られているかもしれません。街中の質屋を調べてもらえますか？私がそうやって警察に言うと、義母はわかりやすく、と動揺した声を出した。もちろん、警察はそれを見逃さなかった。そして質屋を調べ回り、防犯カメラなどの映像も見ると言った。そこで義母はようやく観念し、自分が盗んだということを白状した。お金が欲しかったのよ。それに嫁にはムカついていたし。そんな、まさか母さんが。夫は義母が犯人だったことにショックを受けていた。警察と一緒に私たちは質屋へ行った。私の時計は昨日質屋に出されたばかりらしく、まだ誰にも買われていなかった。自分へのご褒美に買ったお気に入りの時計が戻ってきて、本当に良かったと思う。さて、ここからはアホな義母と夫への制裁タイムだ。とは言っても、義母は今回の窃盗事件で義父に愛想をつかされて、離婚届を突きつけられた。親戚や近所の人たちからも泥棒として認識され、完全に仲間外れにされたようだ。そして私は義母から窃盗の示談金として100万を支払ってもらった。また夫に対しては少し時間をかけたが私は興信所を使って不倫の証拠を手に入れて離婚を突きつけた。夫はまさかバレているとは思っていなかったようで、離婚と慰謝料を要求すると顔面蒼白の状態で膝から崩れ落ちた。そして夫と正式に離婚が成立し、慰謝料を夫と不倫相手に支払ってもらった。元夫は不倫相手と一緒になろうとしたが、元義母が無理やり元夫の家に転がり込んでしまったため、不倫相手は嫌気がさして逃げたそうだ。現在、元夫は寄生虫状態の元義母を養いながら、慰謝料も支払って極貧生活を送っているようだ。一方、私は実家に戻り、両親と平和に暮らしながら仕事に打ち込んでいる。しばらく恋愛はいいので、このまま仕事を頑張って成果を上げることに集中しようと思う。泥棒義母に不倫夫だなんて最悪な親子ですね。まともだった義父が気の毒です。主さんもこんな非常識な親子に振り回されて大変でしたね。これからの主さんの人生が平和で、幸せなものになることを祈っています。そっか、わかった。じゃあ、離婚しようか。私は離婚届をテーブルの上に置いた。何これ？離婚届。あ、
もしかしてあなたも用意してた？そっち使おうか。いや、そういうことじゃない。なんでお前から生意気なことすんな。生意気。それ、あなたが私を見下してるから生意気って感じるんだよね。上から目線なのはどっち？いや、だってお前さ、お前が俺に勝ってるとこってどこだよ。すべてだよ。私はのぞみ、夫の正人と結婚して10年になる。夫は大学の同級生だ。だけど私たちは大学時代に交際をしていたわけではない。当時はただの同級生で、サークルが一緒だっただけだ。社会人2年目の時にサークルの OB たちの集まる飲み会で再会し、そこから意気投合して結婚に至ったのである。夫は何というか、とにかく明るい人だ。社会人2年目を迎えて仕事に行き詰まっていた私は、そんな夫に安らぎを覚え、結婚した。しかし、その選択はどうやら間違っていたようだ。結婚して8年ほどは充実していたように思う。私たちの歯車が狂い出したのは、夫が転職をしたことがきっかけだ。彼は未来に夢を膨らませ、ヘッドハンティングだ。なんて言いながら、喜んで転職をしたのだが、これがヘッドハンティングどころか、給与は以前の半分まで下がり、彼はモチベーションを失ってしまった。それからというもの、夫はどこか偏屈になってしまい、とても自虐的だった。それでもこれまで、私が夫の明るさに救われていたことは確かな事実であり、今度は私が支える番なのだと気合を入れた。しかし、そんな気合は空回りのようで、結果的に私の思いは夫へは届かなかった。夜遅く帰宅する夫はいつも疲れていた。おかえり。今日はあなたの好きなロールキャベツを作ったよ。いらない。え、食べてきたの？そんなわけねえだろ。もらえる金が少ないんだから。だったら、お腹空いてるでしょ？食べて元気つけなきゃ。そういうのうざい。お前、俺のこと使えないって思ってんだろ。そんなこと思ってないよ。どうだかな。夫は私と目も合わさず自室へこもってしまうのだ。それでも諦めずに夫の好きな料理を作る。しかし夫は少しだけ口にすると早々に自室にこもってしまう。休日は夫を誘って外で食事をしようと思うのだが、そんな金ねえだろって終わらされてしまう。もうどうしたらいいのかわからなかった。そんな時、夫は私にありえない提案を投げかけたのだ。まあ、それがきっかけで私たちの関係はさらに悪化してしまうんだけどね。その日は珍しく夫の帰宅が早かった。そして彼の表情はとても穏やかなものだった。何かいいことでもあったのかなと私も嬉しくなる。のぞみ、提案があるんだ。うん。なーに？仕事を辞めてくれ。え、仕事を辞める？そんなこと今できるわけがない。夫の給与は手取りで18万にも満たない。我が家の家賃は6万円であり、光熱費は2万円。夫のタバコ代が月に2万円以上かかっている。それだけを考えても10万円が吹っ飛ぶ。食費を頑張って抑えるにしても4万ラインが限界だろう。2人のスマホ料金を払えば1万円は飛んでいく。残り3万円で何ができるというのか。さすがに心もとないだろう。俺さ、辛いんだよ。俺よりお前が稼いでいることが。お前今、手取り20万くらい稼いでんだろ。そんなわけないだろう。勤続年数は優に10年を超えている。この人の思考回路は一体どうなっているのか。私の手取りは35万だ。しかし、そんなことは絶対に言ってはならないと察した。俺、耐えられない。だから、お前が仕事を辞めてくれさえすれば、
俺の気持ちは落ち着くんだよ。この発言に私は腹が立った。夫は私のことを最初から見下していたのだ。俺よりも稼ぎの悪い嫁を養ってやっているのだと考えていたようだ。仕事は辞めないよ。は、なんで？この仕事が好きだからだよ。お前、俺のこと愛してないのか？そういう問題じゃないよ。私はこの仕事に誇りを持ってるの。だから仕事を辞めるなんてこと考えたこともない。すると夫はため息をつきながら笑った。手取り20万の仕事が誇り？笑えるな。そういうお前は手取り18万もいかないけどな。なんて言えたら私の気持ちはすっきりとしたんだろうな。でもそんなことを言ったら私はこいつと同じレベルに落ちる。私は努めて冷静に話を進めた。その後も夫は私に仕事を辞めろと迫ったが、私が首を縦に振ることはなかった。すると夫はなんだかんだと言い訳をして家計にお金を入れなくなった。私はこの人と何のために一緒にいるのかわからなくなっていった。そして離婚を考え始めた頃に夫が私の父親の話を持ち出したのだ。私の両親は私が社会人になるのを待って離婚している。離婚理由は性格の不一致というやつだ。どちらかが浮気したとか暴力を振るったとかそういった問題はない。だから円満離婚というやつだ。私は2人の離婚という決断を聞かされた時、心底驚いた。なぜなら2人はとても仲のいい夫婦に見えていたから。それでも私が社会人になるまで待ってくれた2人に感謝をして両親の離婚を受け入れた。子育てを終えた今、2人が新たな別々の人生を歩むというならそれを応援しようと思った。だから夫と結婚するとき、私は母親と暮らしていたし、父親のことを詳しく話したことはない。父親はもちろん結婚式に出席してくれたが、1年に数回会うくらいの関係性だ。そういえば、お前の父親、もうすぐ退職だよな。え、なんで？いや、別に、新聞配達、ずっとやってきたんだよな。なかなかの重労働で大変だったよな。夫は大きな勘違いをしている。それは交際したばかりの頃だった。そういえば、のぞみちゃんのお父さんって仕事、何してるの？ああ、お父さんは新聞の。もしかして、新聞配達員？え、大変な仕事だよな。のぞみちゃんはお父さんに感謝だね。給与だって、そんなに多くないだろう。それでも頑張ってのぞみちゃんをここまで育て上げてくれたんだね。まあ、間違いではないし、彼がそう思っているならそれでいいだろうと思った。それから父親の話が出ることがなかったから、すっかり訂正せぬまま時が過ぎてしまった。夫がなぜこの時、父親の話を持ち出したのか。この時はまだわからなかった。そして、そんな話をしたことも忘れた頃に、私のスマホへ無言電話が来るようになったのだ。最初は気味が悪く、なぜ私に無言電話をしてくるのか若干の恐怖を感じていたが、相手の番号は表示されている。この人、自分が誰か知ってほしいのかな。そんなことを思うようになると、だんだんこの無言電話が気にならなくなった。そしていつしかそれがかかってくると、私はハンズフリーに切り替え放置していた。まあ、私に通話料金が発生するわけじゃないしね。そんな時、放置した電話から咳払いが聞こえたのだ。その声は女性のものだ。そうか、相手は女性だったのか。すると、ただいまという声とともに通話が切れた。今の声、夫だよな。なるほど。夫はただいまと言って家にお邪魔するほど親しくしている女性がいるのか。私に仕事を辞めろとわけのわからない思考を展開させる。家にはお金を入れない。そんな夫、もう、いらないよね。
私は早速、興信所を探し夫の調査を依頼した。なかなかいい興信所に巡り合うことができなくて、契約までに時間を要したが、ただいまから2ヶ月後には、十分な浮気の証拠をゲットすることができた。そして私は離婚を切り出すタイミングを伺っていた。しかし私は夫に先を越されてしまうのだ。腹が立つ話だが、夫は私に離婚を切り出した。なあ、お前の父親の退職金いくら？もう退職したよな。は？嫌だから、お前の父親の退職金の金額だよ。退職金なんてないけど。はあ？じゃあ、俺が今まで何のためにお前と一緒にいたと思ってんだよ。いや、意味がわからないんだけど。新聞配達員の退職金なんて、たかが知れてると思ったけど、それでももらえないよりマシだろ。まあ、そうだね。もらえないよりはもらえた方がいいよね。なのにお前の父親、退職金もねえのかよ。うん、ないね。なんだよ。10年も我慢したのに、損したわ。金、引き出せねえなら、もうお前に用はねえよ。離婚ってことで。私と結婚したのって、お金が目的だったの？いや、すべてがそうだってわけじゃない。新聞配達員が大した退職金もらえないことだって知ってた。ここ2年くらいのお前の態度だよ。それで冷めた感じ。お前、俺が転職に失敗してから常に上から目線だっただろ。俺、あれで精神やられたんだ。だから慰謝料もらって離婚する。そっか、わかった。じゃあ、離婚しようか。私は離婚届をテーブルの上に置いた。何これ？離婚届。あ、もしかしてあなたも用意してた？そっち使おうか。いや、そういうことじゃない。なんでお前から生意気なことすんな。生意気。それ、あなたが私を見下してるから生意気って感じるんだよね。上から目線なのはどっち？いや、だってお前さ、お前が俺に勝ってるとこってどこだよ。すべてだよ。私はあんたみたいに人を見下したりしないし、婚姻している身で不貞行為をするなんてこと、私は絶対しない。は？私はあなたにもあなたの不倫相手にも慰謝料を請求するから、そのつもりでいてね。なんだ？お前、知ってたのか？ええ、あなたの不倫相手からずっと無言電話が来てたからね。ただで済むと思うなよ。血の果てまで追いかけてあんたらに慰謝料支払わせるから。私は夫を家から追い出し施錠した。その1ヶ月後、離婚が成立した。元夫と不倫相手からは満足のいく慰謝料を支払わせることができた。元夫は結構溜め込んでいたようだ。一括で振り込んできたしね。これでようやく落ち着くと思っていたが、元夫は証拠りもなく第2ラウンドを仕掛けてきたのだ。まあ、ストレート勝ちだったけどね。それは離婚が成立し2ヶ月後のことだ。私が帰宅すると玄関の前に元夫が立っていた。どうしても話がしたいという元夫を連れ、近くのカフェに向かうと夫はいきなり涙を流したのだ。どうして教えてくれなかったの？何が？お父さんのことだよ。は。元夫は私にある雑誌の記事を見せた。そこには父親の顔写真付きのインタビュー記事が載っている。お父さん、編集長なんだよね。ああ、そのことか。うん、そうだね。俺に嘘ついてたってことだよね。これって慰謝料案件だよね。じゃあ、弁護士雇って請求すれば。まあ、お金があればの話だけど。それにさ、私はあなたに嘘ついたわけじゃないよ。お父さん自ら取引先に新聞や雑誌を運ぶこともあるんだから、新聞を配達していることに変わりはないよね。っていうか、あんたが勝手に早とちりしただけじゃん。
ああ、あと、精神的苦痛の慰謝料請求もするんだっけ。どうぞどうぞ。法廷まで持ち込んでいいよ。私、絶対逃げないから、とことん戦おうね。そんなこと言ってもお前は負けるからな。退職金だって俺に嘘をついていたんだから。いや、あのさ、お父さん、まだ退職してないよ。なのに、なんで退職金が嘘ってことになるの？しかも、お父さんの退職金と私たちのこと、何の関係があるの？お父さんがこの先、退職金を手にしたとしても、それはお父さんのお金であって、私には何の関係もないんだけど。それでもお前だって恩恵受けるだろ。うん、だから。だったら俺にだって恩恵が来たはずなんだ。あんたはどこまで行っても、お金しか頭にないのね。金に目がくらんだから、ヘッドハンティングとかいうバカな言葉信じて、給与がガタ落ちしたんでしょ。いい加減目を覚ませよ。私があんたに話すことはもう何もない。二度と私の前に現れないで。今度、私の前に現れたら訴えるから、そのつもりで。私は千円札をテーブルに置き、カフェを後にした。一度は愛した人だが、あの人は落ちぶれてしまった。いや、もともとああだったのを私が見抜けなかったんだろうな。私もまだまだ未熟者だ。まずは人を見る目を養わないとね。あれから元夫が私を訪ねてくることはなかったが、1年後、意外な場所で彼を見かけた。その日、私は友人と買い物を楽しんでいた。そして入ろうとしたレストランに元夫の姿があった。彼は制服を着てお客さんのアテンドをしていた。どうやらファミレスのホールとして働いているようだ。これまでとは毛色の違う職業についていたことに驚いたが、まあ、雇ってもらえてよかったね。彼は彼でそれなりに生活をしているようだ。私と友人は互いに顔を見合わせ、苦笑いをすると静かにその場を離れた。私は離婚後、自分を磨くため新たな社交の場を広げている。元夫とのことで結婚に消極的になってしまった私が今後、再婚をすることはないだろう。仕事に生きる。これはこれで人生の選択肢の一つだ。過去の反省を生かして人生を全うしようと思っている。ご視聴いただきありがとうございます。本日の物語はいかがでしたか？チャンネル登録よろしくお願いいたします。では次の物語でお会いしましょう。